皆さんこんにちは、こんばんは。大芸遊戯をご覧いただきましてありがとうございます。ホイコーローです。今日のですね、テーマが早速もうウェブ予約当たらないぞっていう方に向けの、動画になるんですけども、結論からするともうウェブ予約当たらない当たり前みたいな状態には今なっていますと。で、今回はですね、もう実際に、ロレックスの正規店にはもう行ってきて、事実確認もしてきているので、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。また気に入っていただければですね、ぜひフォローあるいは高評価お待ちしております。よろしくお願いします。ではですね、早速、ウェブ予約について全然当たらないよという人向けのですね、動画になっているんですけども、結論からお話しさせていただきますと、もう当たらない前提でもうやるしかないよねっていうところにはなっているんですよね。私がですね、何を、聞いてきたかっていうところになるんですけども、まず正規店に対して私の質問第1個なんですけども、今来ている方って日本人しか売ってないんですかっていう話を聞いてきたんですよ。で、結論からはい、日本人以外の方も売っています。はい、そしてですね、旅行者にも売っていますかという質問に対して、はい、売っておりますというところでした。つまりはですね、これどういうことかというと、今、多くの方がですね、ロレマラ含めてウェブ抽選もやられているところかなと思ってはいるんですけども、これがですね、日本在住の、外国人含めて OK だった認識だったのが、もう旅行者まで行けるという話になってくると、もうほぼほぼこれだけの競争理屈で、買いに行くっていうことが、もう現実的ではなくなってきているよねっていうところになるんですよ。で SNS でいろいろとこう予約できましたっていうところも含めて、もう今後もこういった話っていうのはどんどん予約できたっていうのは減ってくかなと思ってます。引き続きね、在庫っていうのは入ってきますんで、もう買えない世の中になるっていうのは、我々の実体験で SNS だけ見てくると、ちゃんと予約できているとか買えているっていう状況がさらに進んでいくと思っています。でですね、これがですね、もう一つ面白かったのはですね、ウェブ予約についてなんですけども、これ現実的に海外から来てる、あるいはウェブ予約で抽選して、旅行客来ているのっていう話もさせてもらったんですけど、来ておりますと。で、実際に当たっている方もいらっしゃったりとかしていますしっていうところになるので、こういった意味でいくと、もう最終的に言ったら、もうライバルは自分たちだけじゃなくて世界中のロレックスファンっていうことにはなっているんですよね。なんで、現状としてはもうウェブ予約の当選確率っていうのをもう宝くじに当たるようなもんだと思って見ておいた方がいいかなというふうに思っております。で、なぜこれがさらに増えていくかっていう話にもなってくるんですけども、一つ目はですね、これ旅行者っていうところになると、もう免税効きますっていう状態らしいんですよ。もうこれも確証取れていて、免税取れますかっていうようなところって言ったらOK ですよと。で、海外から来られている方で実際に購入された方には、ちゃんとした書類をもとに、免税の手続きもさせていただいていますというところになりますので、そこに関してはもう現状としてもう免税適用ですっていうらしいんですよ。で、これをですね、ちょっとベースに、一旦ちょっと計算してみたんですよね。で、まずデートナっていうところで、正規店価格がですね、249万飛んで、9200円というところで、これが、免税なんで、大体9から10%、一旦10%と仮置きしたときに、正規店で買った上で227万飛んで2000円なんですよ。22万安い。そりゃそうですよね。10%で安くなってっていうところで、22万も安いし、約230万でデートナが買えるっていうような海外旅行客っていう形にはなっていますし、で GMT マスター2に関してなんですけども、これはジュビリーブレスレットっていう形なんですが、正規店価格が、ごめんなさい、178万円の飛んで900円、これがですね 10% 免税後ですね、161万9000円と
まあ16万も安いわけですよねと思いながらめちゃくちゃお安いと思いながらこう見ているわけなんですよね。でサブマリーナデートもですね、人気モデルっていうことになるんで、これもちょっと計算してみたんですけども、黒のものですね、168万飛んで3000円っていう形になりますので、 10% 免税553万っていう形になります。いや、いいですね。もう免税夢ありますねと思いながら見てはいるんですけども、今現状でいくと、海外の皆さんがですね、円安もあってっていうところになるので、もうだいぶの値引きになるんじゃないですかね。だって一時期、だいたい1ドル110円だったんで、それが今160円じゃないですか。もうそこから30%オフで、さらに、免税10%オフになるんで、もう実質40%オフの値段で買えてるっていうのが今の、ロレックス正規店のところになるんですよね。これを、今のところの話を聞いた時に、まだ現実的には抽選されている方っていうのは、海外の旅行客ですねっていうのは、少ないというふうに話があるんですけども、ただこれを知ってしまったっていうことがもう怖くてですね、もう知ったら買いに来るでしょって。だってこの、ね、差額を考えた時に、もう近くの近隣国を含めて考えていったら、それこそ中国とか香港とかっていうところを見ていった時に、チケット代プラスホテル代でもう全然もう取り返せるし、でそれをね変えたっていうところだけでもめちゃくちゃいいわけじゃないですか。ってなったら、もうこれあれですよ、皆さん、教えちゃいけないやつですなんで、海外のお友達ね、皆さんやっぱロレックス買われるんで、そういう方もね、友人もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、絶対この動画を他の人に見せちゃいけません。本当にこんなことを教えた暁にはですね、もう本当にウェブ抽選が当たんなくなっちゃうよっていう話になっちゃうんで、もうやめてくれと思いながら、ただですね、これ現実として知らなきゃいけないっていうところで動画にさせてもらってはいるんですけど、いやー、でもね、本当にこれだけこうお安くなってしまうと、円安っていうところもあるので、これがね、悪いっていうわけではないんですけども、結果的に日本のロレックスがやはりその世界中から見たときに一番お安いっていうのが現状になりますので、ロレマラがこう未だこうやられてる方っていうのは本当に急ぎ買った方がいいですっていうところと、場合によってはモデルに何かこだわりがあって、デートナとか GMT とかあるいはサブマリーナが欲しいっていうところは、ここに関してはもう正直制限設けない方がいいと思いますよ。もう買えるだけでもラッキーっていうのはもちろん大前提になるんですけども、ただもうね、これを知ってしまった外国人勢はね、もう旅行がてらっていうか、もうだって予約して、当選しました、飛行機取ります、ホテル取ります、日本来ます、帰りますってなったら、もう全然いけちゃう金額差なわけじゃないですか。やばくない？それはさって思うし、でそれを回避できるっていうのが唯一のロレックスマラソンなんですよ。もう出会ったらどのモデルでも買いなさいっていうのがもう結論になっちゃうんですけど、この動画では。ただ僕個人的に思っている部分があるのが、まだそのロレックス正規店のところで言ったら、ロレマラに関してはできるだけ日本の、消費者に、渡そうというのはもうひしひしとこう伝わってきているところなんですよね。ここはもう本当に正規店さんありがとうございますっていうところになるんですけども、何がこうやっぱりひしひしと感じるかっていうと、ロレマラしてるとやっぱりその海外の方、英語喋られてる方っていうところもなんかいろいろと粘ってるようなそういった会話も私も聞こえてくるんですけども、やっぱりそこに対して全然こう出していないなっていう印象があるので、ここはもしかしたら裏裏で、その出す割合っていうところでやっぱりその海外向けの方に対してはやはりこういうちょっと少ない割合でだったりとかっていうところで、できるだけ日本にいる、皆さん含めてでも積極的に出していきましょうというところになります。ただ海外の皆さんってやっぱりそのどうしてもこう有料顧客になるっていうところが日本に比べてめちゃくちゃ厳しいじゃないですか。ランク制があったりとか、あるいはそういった、消費履歴によってめちゃくちゃ VIP にならないとすぐ時計出してもらえないみたいなところになるんで、もうこの人たちはですね、もう財力に物を言わせてもうどんどん買いに来ますから、もうこれ知ってしまったからにはもう絶対来ますんで、皆さん絶対内緒にしましょうね。これもね、アメリカ人の友達にも中国人の友達にも香港の友達にも絶対内緒にしましょう。
あいつらまだね日本語分かってないから。で多分英語でそういった話まで聞き込めてないと思うんで、もう言っちゃいけません。で具体的にですね、ちょっとじゃあどれだけ、ライバル視として考えるべきかっていうところをちょっと数字的に換算してみましたっていうところになるんですけども、ベースとなるのがですね、2025年の、来日したというところで外国人観光客っていうところを一つ数字として参考にさせてもらいました。年間でいうと過去、最多っていう形で4268万人が、日本に来ましたというところになるので、その人たちもですね、もしかしたら一部ロレックスっていうところを考えているので、ちょっと現実的な数字でいくと 0.1% だというふうに思っています。だいたい1000人に1人、時計好きだっていう形で考えた場合っていうので、それをロレックスマラソンをしますとか、あるいは他のところでもちゃんとウェブ修正してますっていうところを換算すると、年間で4万トンで2680人です。めちゃくちゃ多くないですかっていうところで、しかもこの人たちが大前提ロレックスを好きっていうことになるんで、しかも毎週抽選するっていうことになるわけなんで、そうなった時にこれ抽選率当たんないよねっていうふうに僕は思っちゃうんですよね。でもちろんですね、これ具体的な数字ではないので、現状としてこの人たちが必ず予約しているとか必ずロレックスマラソンをしてるわけじゃないんですけども、ただこれを情報として知ってしまったがために、この4万人のライバルをわざわざ増やすことになりますんで、これはもう言わないようにしましょう。本当にこれはもう言い入っちゃって、いや本当になんか今までね、びっくりしたのがやっぱりその日本人だったりとか、あるいは海外の方も中にはやっぱり片言の日本語で喋ってる方、おそらく日本で、ある程度ビザを持ちながら生活もされてる方っていうところを見てたりするんですけど、ガチ旅行者にも開放してたんだっていうのはビビってます。でそこがなんかいい意味でフェアですよっていうところと、ただその現場のレベルで言ったらまだ日本にいる消費者を、優先的に案内しているというところを感じているので、まだまだ大丈夫かなと思っています。ただですね、これがもう情報としても世の中知れ渡ってしまうで、円安がさらに続いていくってなった時に、もちろんロレックスの値上げっていうところはあるんですけれども、とはいえ今の計算でいってデートナ自体がさらに 10% 消費税なくした状態で買えるっていうのは、もう喉から手が出るほど絶対買いに来ると思いますんで、それが真っ先に狙われるのがウェブ抽選なんですよ。だからもう皆さんね、ウェブ抽選は多分これからもう情報社会になりますんで、当たらない前提で、2年3年待ちっていうのが当たり前になってきます。なんで皆さん覚悟してウェブ抽選をしていきましょうっていうところと、この情報は絶対に外国人の友達に教えないでおきましょうね。そういうことなんでね、皆さんで欲しいで正規店で買いたいと思ってる方、ぜひこの情報を内緒で、この情報を日本人の友達に教えるときにはシェアして、でその人にも絶対に外国人の友達に教えないでおきましょう。内緒はい、ということでですね、今日の動画は、以上となります。今日のまとめになるんですけども、日本のロレックス正規店なんですけども、まず、外国人旅行客に対しても、フェアに接しているというところになります。それはウェブ予約含めて、ロレックスマラソンを含めて、在庫があるという段階で、そこに対しては案内はしているというスタンスです。で結果的にはですね、この情報がもしその海外の方、言語的にまだ日本語で詳しく調べられてない方が、現状知らないっていうところで、一時的にはまだ、予約だったりとかロレックスマラソンをしている海外の、旅行者っていうのは少ないんですけども、結果的にはこれを知ってしまった、あるいは計算をしてしまった、この動画のようにですねやってしまうと、必ずウェブ抽選にまずすっごいもう海外にも60億人70億人いるわけなんで、そういった方がですね必ず来ますんで、皆さんぜひ注意して内緒にしましょうですね。それではですね、動画は以上となります。気に入っていただければですね、チャンネル登録また高評価のほどよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。